Meshtabi. This program brought you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Farano ba Kaiwai. 16 des. Let's get it started. 1. BA. Bibere. 札幌フレンチの名店モリエール系列第2弾。ここは2014年にオープンした地元美瑛で採れた新鮮な野菜と北海道の旬の味覚を生かしたコース料理を楽しむことができます。小麦畑が目の前に広がるレストラン。入り口に入ると香ばしい香りのパンたちが出迎えてくれます。パンだけ買いに来てる人たちも多いよね。そうだね。パン買って景色のいいところで食べるのもいいかも。ウルトラマン？美瑛は景色がほんと綺麗だもんな。こちらのランチコースはお肉の種類で値段が変わるみたいだね。そうだね。今回は3200円のコースをいただきました。めっちゃリーズナブルだよね。地産地消にこだわったお野菜たちが満喫できて、器に白樺の木を使っているのにはびっくり。白樺？器に。そうなの。料理だけじゃなく目でも楽しませてくれるわけだね。憎いね、ビブレさん。でしょう。何より焼きたてのクロワッサンがサービスされるのがクロちゃん好きにはたまらない。そりゃめっちゃテンション上がるわね。向かいに座ってたザマス系マダムたちも大喜び。ザマス系いましたか？はい、そうザマスのおほほほほ。 2. BA. Chai. 美瑛の町外れにある可愛い店構えのチャイさん。ミシュランガイド掲載店なんだね。なんと興味深いじゃないですか、このフォルム。美瑛産トメイトを丸ごと使った季節限定メニュー。6月中旬から9月中旬から末頃までの提供とのことですよ。季節限定なのは残念だね。でもその期間ぐらいしか美瑛には来ないかもね。確かにそうだね。担々麺に丸ごとトマトって斬新よね。これは目から生ハムですね。チャイさんありがとうです。中辛でもかなり辛めの担々加減なのですが、箸で切れるほど柔らかいトマトがオアシスになり、どんどん食べ進んでしまいます。でも汗だらなんでしょ？はい、タオルは必要かもね。2、3滴額から塩味を加えてしまいました。マイセルフですね。毎年初夏に富良野でこれ食べるの定期便いいわね。いいね。これ決定。 3. Nicafarano. Tomita Melon House. おそらく富良野で一番注意しなければならないスポットですね。はい、平日であればさほど問題ないのですが、週末ともなると駐車場待ちの車列大渋滞が発生いたします。ほんとすごい渋滞だったよね。1週間ほど滞在する私たちはすぐさま予定変更して回避できましたが、週末しか行けない方はご用心ですね。フラロメロンが手軽に味わえます。ガーデンが広くて気持ちいいですよね。レストランもあるし。ピッツァも美味しそうだった。次回はもっといろいろ食べたいね。食べたい。 4. BA. Merle. 美瑛の深い森にポツンと佇むメルルさん。こじんまりした可愛いナチュラルなお店が印象的。すんごいところにポツンとあるよね。美瑛は特に多いかもね、こういうタッチ。イートインもできるんだけどね、行く途中でナイススポットを見つけたからね、邪魔にならないところに車を止めてちょっと休憩。たまらないわ、あの数分のくつろぎ。好きだなこの瞬間。ピクニックスイーツいいね。こういう場所見つける才能あるかもしんない。素敵な小麦畑を一望でき、美味しいスイーツ最高でした。美瑛らしいナチュラルな焼き菓子だったよね。食べる場所探しも楽しいピクニックスイーツ。これメシタビーズのツボです。はい。 5. Farano. Farano Burger. はい、天気がいい日は FB ね。フラットバッカー？ヘビメタじゃねえわ。コロナがどうであれ未だにテイクアウトのみを貫く FB さん。お天気の日は最高よね、ここ。はい、富良野って景色がいいよね。模造じゃないからこの景色は。模造？作られたガーデンや花畑じゃなく本物の畑に囲まれてるでしょ FB は。隣のテーブルに来たファミリーに癒されたね。パパ大好きには参ったね。
4歳にして完全に場を仕切ってたよ、あの子。4歳かどうかはわからないけどね。なんとなく4歳くらいなんだけど、おばあちゃんの席がなかったんだよね。普通お嫁さんが気を使ったりするけどね。まさかの末っ子4歳児、椅子を用意しておばあちゃんにどうぞっていい子すぎるやろ。いやー、家族の会話が途切れたらすかさずパパ大好きって。天才やろ、あの子。人たらしとはああいう才能、政治家向きだね。また先走りすぎだけどね。確かに頼もしい。ああいう子に日本を託したいね。はい。フラノバーガー近くの交差点にあったこの謎のオブジェ。こんなの前からあった？何がどうしてこうなったのかな。誰か教えてー。6. BA. Restaurant Asperge. 札幌フレンチの名店モリエール系第3弾美瑛専科の建物内にあるアスペルジュさん。ビブレさん同様地産地消地元野菜をふんだんに使ったお料理を楽しむことができます。20種類の野菜のプレート、鮮やかで綺麗。レモンのソースがめっちゃめちゃ美味しいの。ほんとどのお店も野菜がふんだんに使われてるよね、モリエールさん系列は。見たことのない野菜があったりね。越冬じゃがいものピューレはもう持って帰りたかった。いやー、食べたい。絶対おじさん好きなやつ。はい、好きです。デザートの黒豆のチョコは絶品。黒豆のチョコ、なんだこのニョロニョロは。すんごいでしょ。マシュマロなのこれ。マシュマロ？ソンジュそこらのマシュマロとは一緒にしないでよ。マシュマロ、デザートってこと？そう、デザート。意表ついてるね。7. Furano. Yuiga Doksong. 富良野といえば王道中の王道、由比ヶ独尊さん。ここ北海道民なら全員来たことあるんじゃないでしょうかね。全員？今日も週末だから全員来てましたね。全員って？昼時は外に50人ぐらい並んでましたよ。並ぶ気も失せる人数ですね。夕方第2昼食としてトライです。4時くらいに行くとほぼ並ばなくて入れましたよ。それでもテラス席までびっちりだったね。前よりルーがさらっとした感じ？気のせいかな。どうでしょう。最後に行ったの20年ぐらい前だからね。そんな前？で、一度やってみたかった由比ヶ独尊の合言葉。おかわり行きました。はい、恥ずかったけど。行ったのはね。ルールルルルルル。この合言葉を言うとルーがもらえるんだよね。やってみたいがためにお腹いっぱいなのにルーおかわりしちゃった。トンチが効いてて楽しいよね、これ。これはナイスですね。Onsen Information. ニューヨーク。富良野美瑛界隈ならここです、ここ。私たちの北海道指折りのお気に入り温泉。超リラックス癒しの標高1000メートルにある温泉。吹上温泉白銀荘。青い池のずっと上の方にあるんだけれど、峠なのかなあれ。天気がいいと道中夕焼けがやば綺麗なんだよね。旭川の街の明かりが遠くに見えてすんごい綺麗な夜景だよね。露天風呂が深い森に囲まれててマイナスイオン半端ないっすよ。サウナはセルフロウリュ OK& キンキンの水風呂が最高なの。整う。水風呂低い時は11度ぐらいだからね、足もげそうになるよ。混浴露天風呂もあるんだよね。水着着用だけどこれも珍しいよね。混浴露天風呂っていうワードだけでテンション爆上がりさ。変態親父には最高の温泉だね。8. Minami Furano. Bellies. エゾアムプリン製造所のプリンがいただけるということでお邪魔しました。先日エゾアムプリン製造所の方にもお邪魔したんですけれども、完売チーンでしたね。はい、こちらのカフェでいただけるということを伺ったので。エゾアムプリン製造所かっこよかったね。かっこよすぎるわあれ。建物のしつらいが周りの景観に調和してて、特に冬の光景が圧巻です。このしっかりとしたプリン、やはり唯一無二のプリンでした。美味しかったね。ねえ、やばうま。ともうガレットですよ。はい。参りました。ガレットがあんなに美味しいっていうのは知りませんでしたよ。人生で初めてですね。そば粉のガレットがあんなに美味しいなんて。
昔札幌にガレット屋さんあったんだよね、フランス人がやってる。そうそう、南三条の3丁目だっけかな。そうそう、あのイメージしかなかったんでね。もうここのはもう生地、卵、チーズ全部が絶妙。はい、毎朝これでいいです、朝ごはん。でもエザームプリンさんと一緒に添えられたベリーとカシスがベリーデリシャス。アイスのハスカップのジャム、ナチュラルで美味しかったね。全部周りの畑で採れたやつ。あのジュースさ、はい、めっちゃ目良くなったよ、あれ飲んで。ミックスベリージュース 2.0 だったんですけど 2.8 になりました、視力すごい美味しかった。もうこれ殿堂入りの可能性ありますね。はい、このお店は南富良野のマストですね。はい、帯広行っても南富良野寄って富良野行っても南富良野寄って何かにかこつけて南富良野寄るっていう、そういうお店です。はい、住んじゃうかな。住むのは無理9. Furano. Coffee. Morino Toke. テレビドラマ優しい時間の舞台でも有名なお店。富良野プリンスホテルから森を下ること340ヤードぐらいかな。四方八方森に囲まれた素敵なレストラン。ライティングされたニングルテラスが幻想的なおとぎ話の世界へと私たち飯旅ぞいざなう。ほんとおとぎ話の中にいるみたいね。どっかの書き込みに白いカレーが美味しいとかってあったので録音したんだけれども、白いカレーというのはガセネタで白いシチューでしたね。白いシチューっていうかパスタソースみたいな、そんな感じ。ゴルゴンゾーラカルボナーラみたいなお味で、これは美味しいね。ちょいとソルトストロング気味だけど。そうだね、カレーもややルイ・アームストロングソルトかな。でも一度は体験したい森のレストランだね。ロールケーキが美味しそうだからさ。そうだね、次回はスイーツにしよう。はい。 10. Kami Furano. Mansaku. 上富良野の木のぬくもりを感じるお蕎麦屋さん。靴を脱いでお邪魔するスタイルのお店です。あらま、ちょいちょいあるね、お座敷スタイルのスリッパシステム。水虫大丈夫か大丈夫だ。そんなことよりもほい、一番乗りでお邪魔したのでね、注文からすぐにお蕎麦とご対面できました。初対面はどうでした？でしまった喉越しのいいお蕎麦。つけ汁はちょいと私には濃いかなと思ったけど、蕎麦湯もトロッと系なので、これは私大好きなパティーンです。トロトロ蕎麦湯だけでも私には最上級。食べ終わる頃にはたくさんのお客さんでびっしりウェイティング状態。人気なのもわかるわ。富良野に来たらまたぜひ寄りたいお店。11. Furano. Furano Delis. 1年ぶりに来たらどこもかしこも値上げラッシュで驚きです。まあ世の情勢がこうですからね、仕方ないのかな。だね、全部上がってる。上がらないのは給料だけ。ほんとほんと。夏限定メロンのコロコロ一目惚れ。富良野メロンはさほど糖度が高くないので甘さ控えめでいいね。クッキータルトのアーモンドフレーバーがたまらない。これ好きです。メロンは地元上田オーチャードのオーガニックメロンしか使わず、毎年夏の大人気商品なんだって。これいいわ、爽やかなメロンが夏らしいスイーツ。ドゥーブルフロマージュとフラノプリン、ドリンクがセットで1000円ってこれいいよね。フラノプリンはやっぱり飲めるプリンだ。カラメルがほろ苦くて大人の味、やっぱり好きだわ。これもドゥーブル・ドゥ・フロマージュもやっぱり別物。本家は違うね、やっぱり。このスイーツは素晴らしい。 Golf information. 上富良野三山峠にあるゴルフ練習場。気持ちいい。富良野の丘陵に向かってダイナミックな打ちっぱなし、ネットなしですよ。近くにゴルフ場はないんだけど、通りすがりに1、2かごって感じかしら。天気のいい早朝とかは気持ちいいですよ。ほんと300円40球かな。気軽に無人自動販売機システムでね、多分24時間いつでも OK。 言うても夜明けから日没までって感じ、この界隈のコースだとフラノプリンスのパーマコースがいいコースですね。ちょっと難しいけどね。12. Furano. Tomakawa Seiman Joe. 富良野繁華街中通りにあります。人気のラーメン店。味噌が人気とのことなので、
楽しみにしていたんだよね。はい。まだ1回しか食べてないのでなんなんですが、とても美味しいラーメンですね。指折りクラスかもしれません。専門委員会の見解を聞いて判断したいですが、それって一番微妙なやつじゃない？今までの味噌ラーメンとはどれとも違う味噌ラース。辛味ペーストも塩気のないペーストなので助かりますね。こんな美味しいラーメンがこんな小さな町に2軒揃うのはあっぱれですね。2軒って？もう1軒は後ほどね。そういうこと。いや、フラのラーメンイメージありませんでしたが。そうよね。ラーメンイメージ全然ないわよね。なんのラーメン先進国でしたわ。13. Furano. Konayaki Dokolo Tatsuki. はい、これは文句ない美味しいやつです。去年フラノマルシェ来た時はなかったよね。これは爆売れでしょ。午前中に行かないと売り切れちゃうよね。毎日行ったけどついにカスタードは買えず。ほんと、9時からだから朝行かなきゃダメね。クロワッサンたい焼きより食べやすいね、これ。クロワッサンたい焼き最近見ないわね。隣のドーナツも面白いね。シチリアレモンなんちゃら斬新、美味しい。あれ美味しかった。14. Naka Furano. Furano Jingisukang Hitsuji no Oka. すごい人でしたね。あいにくの雨にもかかわらず全員来てる、大人気。サフォークがこの値段で食べれるのは嬉しいですね。残念ながら味付けサフォークなので純粋な肉感は楽しめずでしたが、星に手が届く丘キャンプ場も併設されていて、ウサギと羊もいるからお子様たちも遊べていいよね。次の日朝まで右手がジンギス州でしたよ。ライスいけるぐらい。わかる。15. Furano. Shinatora. フラノの町の中心部、フラノマルシェそばの行列ラーメン。すごい行列だったね。夕方まで並びが途絶えない。行列が収まるの待ってたら日没ギリの夕飯時になっちまいました。ラベンダー満開の週末なんでね、一番混む時期かもしれませんが。確かにそうね。どこもかしこも au ソフトバンク、人ですんごかったわね。いやー、美味しいラーメンでした。おー、焦がしっぽい醤油煮干しの感じが大好きな八屋っぽい第一印象。私も絶対好きなやつそれ。鳥かな。動物系も入ってると思うんだけど、フォーエバー飲める系のスープが嬉しい。ちょうどいい塩加減。この時点でテンション爆上がりです。うわ、最高じゃん。わずかにアントニーが見え隠れする面がちょっと残念かな。まあ優しいスープだからしょうがないのかな。低加水っぽい麺なのに珍しいよね。一番驚いたのは札幌にもあることだね。マジで？どこで？北18条。行こう行こう。Jakai no Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Obihiro Takachi Kaiwai Part 2 Death. Otanoshimini. See you soon. 湘南はサーフィンするのには向かないんですよ。もう練習できない。人で。ただその台風うねりが入った時だけはすくんだよね。危ないです。10分の1ぐらいに人が減る。もうおじさん初心者だけどそういう時しか練習できないから、果敢に挑むわけですよ。その台風うねりが入ってるだろうっていうのは大体予想がつくんで、横浜から高速に乗って行くわけですよね。そうすると真っ赤なスポーツカーにサングラスの女の子が一人でサーフボードを天井に積んでね、ビューって追い越していくんだよね、おじさんの車をね。いやいや台風うねりだぞとお姉さん大丈夫ですかと、辻堂っていうところで俺はいつもサーフィンしてたんだけど、じゃあたまたまその子もちょうど辻堂に同じ駐車場に来てて、さっきの赤いスポーツカーの子だと、じゃあ小脇にねショートボードを抱えて、ショートボードビーチまでとって言ってたらもう、あれですよ、海の中にはほとんど人がいないですよ、ビーチに膝抱えてこうギャラリー的な見てる人たちが大勢いるっていう状況の中を、お1234お1234で準備運動したと思ったらひょって出てって、かっこいい。もうね、おじさんはその後2時間ぐらいかかってやっと1回沖に出たけど
危ないよ。高所恐怖症じゃないですか。もう台風の時のうねりなんてこうテイクオフしようと思ってこう漕いでもすごい高さなんですよ。でテイクオフ遅いからもう垂直ですよ。もう何もできません。何もできないで夕方まで沖でひたすら波を逃げまくっていよいよ帰らなきゃやばいっつったらもうドッパーンって波にも飲まれて、死ぬ思いで帰ってくるっていう。鼻に水入りの。いやいや鼻に水入るどころじゃないですからそっか。ピッチピチのウェットの中が砂だらけなんだよ。海底にこう擦りつけられる感じでもう犬にくわえられてブルブルブルってやられたぬいぐるみの状態ですよ。もうすげえなそれ。